こんにちは。今回は価格破壊をしていると話題の、ホンダの WRV を見に行ってきましたので、紹介していきたいと思います。動画の最後の方でネット民の声もまとめましたので、最後まで楽しんでいってください。それでは行きます。Now loading。ホンダの WRV は、全長 4325mm、全幅 1790mm、全高 1550mm です。ホイールベース波、2650mm です。非常に大きいですね。後席付近までルーフが下がることなく、ほぼ水平にデザインされています。グレードは全部で3グレード存在していて、車両価格も含めてグラフにまとめると、このようになります。縦軸が車両価格で、横軸がグレードとなります。どのグレードも車両価格が250万円以下なのはすごいですね。NBOX 並みにたくさん売れる可能性もありますが、本格的なハイグレードがないので、利益にしっかりつながるのかが気になりますね。今回は、展示されていた Z のハイグレードモデルを紹介します。まず、フロントフェイスですが、結構顔が大きいですよね。パッと見て、犬顔フェイスだなと感じましたよ。あまりゴツゴツした見栄えでないのもポイントですね。女性受けも悪くなさそうだと思います。まず、フロントグリルの上部にはクロムメッキの過色があります。エクストレイルなどのハイグレードモデルでも採用されている過色で、上品さを感じました。ホンダのエンブレムのメッキとも合わさっていますね。このメッキはヘッドライトの上部にまで配置されていますが、全然違和感がないですね。よーく見ると、ヘッドランプ上部のメッキは分割されていましたが、光の反射も相まって、遠目ではわからないかったです。フードとこのメッキとの間に干渉ゴムがあり、段差になっている点は少々気になりましたが、遠目で見ると、許容できるレベルで作られていることがわかります。ヘッドライトは、LED ポジションランプです。LED を採用しているため、最近流行りの細めタイプのヘッドランプになっていますね。特に追加装備はオプションにはなかったです。フロントグリルは、エンブレムの下側だけ開口部があります。このフロントグリルのおかげで、エンブレムのかっこよさが引き立てられています。あと、ここに、バンパーとの段差がありましたが、このおかげなのか、フロントグリルに奥行き感が出て、立体感が強まっていました。そして、フロントロアには、LED フォグライトがあります。Z グレードでは標準装備です。ここはミ塗装樹脂でカバーしていますね。さらに下を見てみると、小さい通気口がありました。糸は空力性能向上でしょうかね。また、ロアにシルバーバンパーロアガーニッシュがあります。この過色によって、顔の下まで強調されるので、フロントが大きく見えるのかもしれません。続いて、サイドを見ていきます。ルーフについているシャープシルバー塗装ルーフレールガーニッシュは Z グレードでのみ標準装備です。ドアミラーは、LED ウィンカーが装備されていて、上部はボディカラーと同色でデザインされています。助手席側にのみ、小さいミラーが下部についています。車両幅が大きい車種なので、このミラーの装備は頼もしいですね。ドアハンドルは運転席側のドアハンドルを撮影していますが、クロムメッキで加色していて、開閉のスイッチがここにあります。鍵穴が離れたところにあるのは気になりましたね。そして、サイドロアには、フロント同様にシルバーガーニッシュが配置されていて、かなり大胆に大きく見せています。ボディカラーによって見栄えが変わってしまいますが、少なくともこのイルミナスレッドには相性が良いですね。ボディカラーのイルミナスレッドは38,500円です。そして、タイヤ周りを見てみます。タイヤを大きく見せるために、ミ塗装樹脂パーツをタイヤ周りに配置させていますね。タイヤの大きさは、タイヤ幅 215mm、扁平率 55%、17インチでした。ベルリナブラック塗装と切削加工模様の組み合わせでホイールをデザインしていますね。こちらがリアタイヤになりますが、フロントタイヤとの違いは、ブレーキの機構です。ブレーキキャリパーがなく、油圧式リーディングトレーリングタイプのブレーキでした。最近マイナーチェンジしたノートも同じブレーキ機構をリアタイヤで採用していました。興味深いです。そして、リアの上部を見てみると、余計な分割線はなく、すっきりとした見栄えでした。ルーフスポイラーもありました。給油口は助手席側に配置されていて、プッシュで開閉ができるタイプではありませんでした。運転席からロックを解除する必要があります。では、リアを見てみます。第一印象は、とにかく大きいことですね。LED リアコンビネーションランプは、横長にしていてスタイリッシュなデザインでした。見どころその1はテールランプのこのうねりです。
何がすごいのかというと、このうねりを出して、ボディラインも決めていることですね。もう一度リアから全体を見てみると、このうねっているランプの形状がボディを飛び出して、ボディラインが決まっていますよね。特に夜間はランプでシルエットが決まるので、この主張のさせ方はかっこいいですね。中央はエンブレムで分割していますが、夜間このエンブレムが白く光ると、さらに高級感が増してかっこよさそうだな。さすがに期待しすぎかもしれませんが、ボディのデザイン結構好きなんだよな。ハザードランプを点灯させると、このようになります。このランプは皆さんコメント欄で教えてください。リアのロアは、テールランプの形状をリスペクトして、同じようにうねりを効かせたシルバーガーニッシュがあります。そして、牽引用のフックが剥き出しでついていました。わかりやすくて良いですね。では、バックドアを開けて、ラゲッジスペースを見ていきます。エンブレムの下にスイッチがありました。トノボード付きのラゲッジとなっていました。車両サイズが大きいからか、荷室容量は大きいですね。それでは、詳細を見ていきましょう。まず、左側には、バルブ式のランプが一つだけついていました。そして、近くにコンビニ袋などを吊り下げる用のフックがありますね。私が使うとしたら、ゴミ袋を吊り下げるかな。右側にもフックがありました。あんまり使わないけど、何に使うんだろう。そして、ラゲッジボードを見てみます。このストライカーの近くにくぼみがありましたよ。ラゲッジボードの裏面は木質になっていました。環境配慮をしていることが伺えますね。そして、発泡スチロールがあり、整備用品をしまえるようになっていました。すぐ下にはボディがありますね。ただ、ラゲッジボード全面を開いていなく、ボードの折り目までを動かしていました。このボードは軽いし、丈夫ですが、折り目までを持ち上げられるようにすることで、より軽く感じられ、開け閉めがすごくしやすくなっていました。ボード自体の強度も高く、簡単には折れ曲がりしない材質だったので、安心して荷積みができそうですね。ただ、このトノボードですが、ちょっとガタガタしていました。気になって、どんな構造なのか見てみたところ、このトノボードも折れ曲がり式でした。折れ曲がる部位で固定できていないので、ガタガタしていたわけですね。リア席から見てみると、こんな感じでした。通常、手で操作することはないので、運転していてガタガタ音が鳴らないかだけが気になりますが、見栄えだけで言えば、ラゲッジの収納物をしっかりと隠せて、パッケージとして綺麗に見えましたね。ぬいぐるみなども置きたくなりますね。あとバックドアですが、マニュアル式でした。身長が低いとちょっと閉めるとき大変そうかな。ナンバープレートの上部にはランプがありましたよ。リアカメラもありました。それではここから内装を見ていきます。まず、フロントドアですが、ところどころに合皮が設定されていて、低価格の割にかっこいいデザインですね。アッパー部は樹脂になっていて、表面の凹凸も結構大きめでした。触ってみてもカチコチでしたよ。ただ、拭き掃除をする際は、掃除がしやすくて、ある意味多少汚く乱暴に扱っても、拭き掃除で綺麗にできそうですね。ドアのハンドルはやや過色されていました。マットなデザインですね。ハンドル周りもマットなデザインとなっているせいか、ここがちょっぴり安っぽく見えましたね。ただ、遠目に見ると、その周りにある合皮表面の質感に合わせていることが伺えます。このダークシルバーガーニッシュの過色も品がありますね。合皮は質感良かったですが、ちょっとオイリーな感じでした。改めて全体を見てみると、乗り潰すつもりで購入するなら、申し分ないデザインですね。スバルのクロストレックを思い出しましたよ。クロストレックの方がもっと高級ですがね。ドアのアームレストですが、こちらはパッドがなく、合皮自体の柔らかさは感じれる程度でした。十分です。そして、前側のパワースイッチを見てみます。全体的にまとまりがなく、必要なボタンを個別に付け足したような見た目ですね。このスイッチは今後もっとかっこよくしてほしいですね。過色というよりも配置というかまとまりがもっと欲しいです。そして、プルハンドルですね。これ WRV やノートでもあったのですが、ここの段差はなくしてほしいですね。ドアを閉めるとき、手でこの段差を感じて、違和感がありますね。そして、ドアロアですが、ドアポケットが特徴的でした。くびれをつけていて、ドリンクが固定できるようになっていました。あまり見かけない形ですね。そして、ドアスピーカーです。グリルの周囲に過色があり、いい意味で目立っていました。
続いて、シートですが、プライムスムースと呼ばれる合皮とファブリックのコンビシートでした。ファブリックシートなので、匂いが吸着しやすい点が難点ですが、シートカバーを別途購入すればある程度対策はできます。全体的な見栄えはちょっと安っぽいですが、横縞に見せることでワイドなシートに見えますね。実際に触れてみましたが、良くも悪くも普通のシートです。せめて、ハイグレード仕様だけ、合皮シートが欲しいですね。シートの前後操作はラチェットタイプなので、シート下のレバーを上に引き上げると、シートを前後に移動させることができます。そして、リクライニングとシート座面の上下位置は、こちらの2つのレバーで調整可能です。左側のレバーでリクライニングが調整できますね。ご覧の通り、前側に移動しましたね。シート座面位置も調整してみます。上側に座面を移動させる際は、数回レバーを上に持ち上げる必要があります。微調整ができます。シートベルトの調整部は、固定されていて、上下スライドはしませんでした。シートの足回りを見てみると、内張りでカーペットはしっかり保護されていますね。ここに、給油口とフードの開閉スイッチがありました。ペダルの装飾は特にありませんでした。フロアマットは2つに分けられていて、足元のフロアマットと、カーペット側面を保護するマットの2種類存在していました。インパネ全体はこのようになっていました。各部位詳細を見ていきますね。まず、ステアリングについては、最新世代のステアリングではなかったですね。ただ、本革巻きのステアリングホイールで、質感は良かったです。本革巻きは標準装備です。ステアリングの右側には、ホンダ SENSING の操作スイッチがあります。左側には、ナビ操作スイッチがあります。電話の応答スイッチなども左側にありますね。ステアリングの握り心地は良く、親指の触れる面にしっかり本革は巻かれていました。しかも、パドルシフトもついていましたよ。パドルシフト必要あるのかと思ってしまいましたが、皆さんパドルシフトは必要だと感じますか？コンビスイッチですが、ライトは常時 OFF にはならなかったです。イグニッションはオンにしませんでしたが、アナログも入っていますね。左側 60% 程度がモニターで、右側がアナログですね。十分。イグニッションスイッチは、メーター近くのここにありました。中央のナビは9インチでホンダ SENSING 対応のホンダ純正ナビゲーションでした。ガサーズの外製ナビで、型式は LXM242ZF 内です。外製ナビだと機能は充実していますが、全体のスタイリングにマッチしていないように見えるのが、ちょっと残念ですね。そして、ナビの下には、ベンチレーターとハザードランプがあり、エアコン操作スイッチがその下にあります。スイッチ部が全体的に前に突き出しているので、走行中でもエアコン操作がしやすくなっていて、使いやすそうでした。問題は、このスイッチにバックライトがあるかですね。安くしているを言い訳にして、ここにバックライトがないと困りますね。そして、さらに下を見ていくと、スマホを置ける程度の収納があり、左側には電源ソケットがありました。ここにはデータ通信もできる USB 端子があります。そして、ドリンクホルダーが2つ横並びにありますね。走行中はシフトを D にしているので、信号待ちなどでは、もう少しドリンクを取り出しやすくなると思います。シフト周りはピアノブラックで大きく装飾していました。このシフトは本革巻きとなっていて、触り心地は良かったですよ。コンソールの後ろを見ていると、横長のコンソールリッドが合皮付きでありました。実際に中を開けて、収納容量を確認してみますね。折りたたみ式の財布や充電ケーブル、ポケットティッシュは入る程度のスペースはありましたね。そして、サイドブレーキはマニュアル式でした。電動ブレーキが欲しいというネットの声が多いですが、私も電動ブレーキが欲しいですね。電動ブレーキがあると、停止中に足をブレーキペダルから離しても、ブレーキ力を保持してくれるので、足の疲労が溜まりにくいんです。信号が多い市街地での走行や高速道路での渋滞に巻き込まれた時に、よく使用するので、オプション設定で電動ブレーキも欲しいですね。
助手席前を見てみますね。大きなピアノブラック加色を装備していました。グローブボックスを見てみますね。ロック機構部は少々内側に飛び出しているものの、収納容量は大きいと思いました。オーナーズマニュアルだけでなく、クイックルワイパーなどのお掃除用品も収納できるスペースが確保されています。ルームミラーは手動式防減タイプとなっていて、夜間走行時に後続車のヘッドライトの反射を弱くできます。このレバーで防減の切り替えができます。ただリアモニター機能はないです。中央のランプですが、テールランプのようなうねり形状をしていますね。実際に光らせてみると、白く光りました。LED のようです。そして中央には SOS スイッチがあります。ここに穴がありますが、ここにマイクがあるので、オペレーターと会話する際はこの穴をめがけて会話しましょう。そして、サンバイザーを見ていきます。何も注意喚起のラベルがなくていいですね。そういえば、駐車券をしまうためのベルトがついていませんでしたね。サンバイザーを閉める際に一緒に挟み込むしかないな。バニティミラーですが、ランプがついていませんでした。この丸いのがスイッチかと思いましたが、単なるクッションだった。ここにランプがつくのかもしれないですが、純正アクセサリーにはなかった気がします。ただ、あまり使わないのも事実なので、これで良いと思いました。そして、WRV の最大の特徴は、室内がリアも含めて広いことです。ここが一番見どころだと思います。リア席の足元を見てみても、十分足を伸ばせるスペースもあるし、ファミリーカーとして、間違いなく選択肢に入る車種だと思います。また、コンソールのリアを見てみると、ベンチレータだけでなく、電源ソケットもあります。電源ソケットと USB を変換できる機器が、Amazon で購入できるので、実質、USB 端子がリアに2つついているようなものですね。リアでスマホで遊びたい子供には嬉しい機能ですね。そして、グラブレールは全席に搭載されていました。私は後席に座る際はグラブレールをよく利用するのですが、皆さんはこのグラブレール必須ですかね？では、ここから、ネット民のコメントを見ていきたいと思います。ホンダ車後席の足元の処理は、こだわりがあり好きです。全席レール剥き出しのメーカーもあるので、車幅1800以下に抑えてきたのは見事だと思う。手引きのサイドブレーキってのが、欲しい。人により感じ方は違うかもしれませんが、私は WRV を見ると古き良きホンダが帰ってきたと感じます。気持ちのいいエンジンとしっかりした足回りがあればそれが車だというおやすさんの天の声が聞こえてきそう。車は不必要な高級感とかおかしな乗り心地の良さなんかなくたっていい。むしろそれを現在の車から引き算したのが WRV なのではないでしょうか。ただセールスがどうかは市場の反応次第ですね。頑張れホンダ。走りに妥協してないみんなの SUV そんな感じだね。今の時代に200万円台でこれだけ大きい車に乗れて、乗り心地も良かったらファミリーも大喜びだよね。4WD がないから購入の選択肢から外れてしまいますが、試乗はしてみたいです。4WD 出してほしい。主戦場がアジアなので、4WD は出ません。シャシーも 4WD 前提で開発していないので、要望が増えても対応できないでしょう。また、ゴリ押しで対応したとしても 4WD でこの価格は実現不可能で、アジア主戦場の低価格車のカテゴリーから外れるので、別の車種をお勧めします。4区がない時点で眼中になかったのに、ここまで絶賛されると4区がないのが惜しくなってきた2期組在住者。こういうので良いんだよこういうので。パーキングブレーキも足踏みよりは手引きの方が好き。世界戦略車として完成度が高いのかもしれませんね。数ヶ月後に免許取得する私ですが、初愛車に WRV 良いかも。試乗できるのを楽しみです。今の時代価格も含めてこういうの求めてる人は多そうよね。ありそうでなかった存在。価格もちょうどいいしアリクロより上質だしいいんじゃね。余分なデバイスや装備がない分、車本来の素養が良いのかと思いました。何よりも安っぽいではなく安いから。広くて安くて小回り効いて後席窓ガラスも全開可能ですし、チルトテレスコピックついてパドルシフトまであれば正直文句言えません。何よりもこのタイミングで登場する車の強運にこそあやかりたい。ベゼルが上級移行してしまったので、その穴埋めにちょうど良い感じですね。余計な装備をごちゃごちゃつけずにシンプルで低価格も良いです。ベーシックカーはやはりこうじゃないと。4WD がないのは残念ですが、地上高さえあれば FF でもなんとかなることも多いですし、ロッキーとライズが自滅してしまったのでひょっとしたら大当たりするかもですね。車の価格が209万でちゃんと静粛性も工夫されていて、内外装もかっこいい。普通にめっちゃ良くね？売れるよこれ。後席を閉める時の音、愛車のエクリプスクロスより重厚な音がするのだが、加えてエアコンの送風口が後席にもあるのが素晴らしい。本当に最近のホンダは良い仕事するな。余談ながらボディカラーはホワイトが好み。めちゃくちゃかっこいい。あと三菱推しとして、忘れないで RVR のことも、と付け加えておきたい。かっこよくて堂々とした佇まいすらある車が200万円ちょっとから、これは売れるでしょ。ホンダはよくやった。コメントは以上です。
全体的にネット民の評価も高く、私自身直接車を見てみてもおすすめできる1台でしたよ。特に室内が広いのが良かったです。気になった方はぜひディーラーで実車を見てほしいですね。そんな感じで以上です。それではまた。